このチャンネルは惑星科学の専門家によって運営されています。皆さん、こんにちは。学校で教えてくれない今時の惑星科学の話をします。金星は地球から最も近い惑星ですが、この30年間、NASA は1機も探査機を送り込んできませんでした。しかし、この状況がとうとう変わるかもしれません。2020年2月14日に発表された次期 NASA ミッション、第15次、第16次ディスカバリー計画の最終候補に残った4つのミッションのうち、2つが金星行きのミッションであることが発表されたのです。そもそも、ディスカバリー計画とは何でしょうか。惑星探査は数百億から数千億円かかる巨大な国家プロジェクトです。プロジェクトによってランクがあり、ざっくり言うと、かかるお金の大小によってランクが決まります。これは建物を建てるのと似ています。一口に建物を建てるといっても、一戸建てを建てる場合、マンションを建てる場合、高層ビルを建てる場合で、かかる経費や時間が変わってきます。一戸建ては比較的お金がかからず、短期間で建てられますが、高層ビルを建てるには巨額のお金が必要で、時間もかかります。ディスカバリー計画は NASA の数あるプロジェクトの中では比較的小型のミッションであり、より早く、よりよく、より安くを合言葉としています。ディスカバリー計画では一つのミッションにかけられる経費が約5億ドル、日本円でおよそ550億円と決められています。ディスカバリー計画のもう一つの特徴として、探査計画は NASA が決めるのではなく、一般の研究者からの公募で決まります。こちらはディスカバリー計画の公募要領を記載した募集要項です。この募集要項だけでなんと142ページもあります。審査のプロセスがどれだけ厳しいものか、これだけでもイメージがつかめるかと思います。さて、今回のディスカバリー計画の公募には合計16個のミッションが提案されました。そのうち今回は第一次選考で4つのミッションに絞られました。それでは厳しい選考を勝ち残った最終候補4つのミッションを見ていきましょう。まず最初のミッションはダヴィンチプラスです。 NASA ゴダード宇宙飛行センターから提案された金星探査ミッションです。頑丈な装甲で覆われた着陸機をパラシュートで金星大気に降下させ、金星大気の気ガス濃度を測定し、大気の起源に迫ります。また地表面付近での硫黄と炭素の濃度を測り、金星に現在も活火山が存在しているか調べる予定です。過去の NASA ミッションと異なり、ダヴィンチプラスでは金星を回るオービター周回機も飛ばします。上空のオービターから金星の地形を観測する予定です。次のミッションはメリトスです。 NASA のジェット推進研究所から提案されたミッションです。合成開口レーダーを用いて分厚い雲と大気に隠された金星の地形を観測します。これによって惑星科学最大級の謎、プレートテクトニクスが現在の金星にもあるのかという問題に答えることを目標としています。合成開口レーダーを使った金星探査は過去のミッションでも行われていますが、この問題に答えを出すには空間解像度が足りていませんでした。そのため今回提案されたミッションではレーダーの空間解像度を高める予定です。3つ目のミッションはアリゾナ大学とジョンズ・ホプキンズ大学応用物理学研究所が共同で提案するイオボルケーノ・オブザーバー IVO です。このミッションは木星の衛星イオを探査し、衛星の内部と地表面の火山活動を観測します。イオは木星の潮汐力によって表面で活発な火山活動が起きており、太陽系で最も活動的な天体です。イオ内部にはマグマの海が広がっているのか、このミッションで答えを出すのが目的です。最後のミッションはアメリカ月惑星研究所とジェット推進研究所が共同で提案するトライデントです。このミッションでは海王星最大の衛星トリトンをフライバイ探査します。トリトンは1989年にボイジャー2号がフライバイした後は一度も探査されておらず、多くの謎に包まれています。しかし太陽から遠く離れた冷たい天体であるにもかかわらず、地表面は比較的若いことが確認されており、氷火山や内部海の存在が示唆されています。トライデントミッションではニューホライズンズの冥王星探査と同様にトリトンをフライバイし、地表面を詳細に観測することを計画してます。今回最終候補に残った4つのミッションはそれぞれ300万ドル約3億円を受け取り、より詳しい提案書を来年行われる最終選考に提出する予定です。最終選考で残った4つの候補から2つのミッションを選び、2025年から2030年に打ち上げられる計画です。ここからは4つの候補からどのミッションが最終的に生き残るか予想してみます。あくまでも一研究者の個人的な見解ということをご了承ください。まず4つのうち2つが金星探査ミッションだったということで、金星ミッションが1つは選ばれる確率は高いと考えられます。前回のディスカバリー計画の選考では今回提案されたダヴィンチプラスの前身であるダヴィンチミッションが最終選考まで残りましたが、結局選ばれず
サイエンス誌で落胆した関係者の特集記事まで組まれたほどでした。これまで30年以上 NASA が金星ミッションを選んでこなかったことを考えると、そろそろ金星が選ばれてもおかしくない雰囲気があります。ただし提案された2つの金星ミッションがどちらも選ばれる確率は低いと考えられます。同じ天体が探査対象であると科学的成果が被ってしまい、わざわざミッションを2つにする旨味が薄れてしまうからです。実際これまで打ち上げられたディスカバリー計画のミッションで対象天体が同じ2つのミッションが選ばれたことはありません。ちなみに前回の選考では小惑星探査ミッションが2つ選ばれ、関係者を大いに驚かせましたが、選ばれたミッションはそれぞれトロヤ群小惑星とメインベルト小惑星が探査対象ですので、同じ小惑星に行くわけではありません。それではダヴィンチプラスとメリタス、どちらが最終選考で生き残るでしょうか。私はダヴィンチプラスミッションではないかと見ています。その理由は3つあります。1つ目の理由は、これまで金星表面に着陸したアメリカの探査機はないからです。金星の着陸探査はこれまでソ連しかやったことがなく、最後の着陸探査は1984年のメガ2号です。したがって金星地表面の科学データは未だにソ連時代のデータが使われており、 NASA としては米国史上初の金星着陸探査に挑むことでこの状況を変えたいと思っていることでしょう。2つ目の理由は、メリタスで提案している合成開口レーダーを使った周回観測は NASA が最後に行った30年前の金星ミッションマゼラン探査機でも同様のことが行われたからです。メリタスではマゼランの時よりも空間解像度を上げることを提案していますが、 NASA 史上初の金星着陸と比べるとどうしてもインパクトに欠ける印象があります。3つ目の理由は、前回ダヴィンチミッションを提案した研究者が今回は先行する側である NASA 惑星探査部門のトップを務めているからです。さすがに出来レースと言われないよう選考過程にはあまり干渉しないのかもしれませんが、それでも身内が先行する側にいるというのは大きな強みです。以上の理由から私はダヴィンチプラスミッションが選ばれると見ています。それでは残り1枠は IVO とトライデント、どちらが選ばれるでしょうか。この2つのミッションは科学的に見ればどちらも非常に魅力的ですが、私はトライデントが選ばれると予想します。理由は2つあります。1つ目の理由は、トリトンはこれまで一度しか探査機が訪れたことがなく、リオに比べて圧倒的に観測データが不足しているからです。トリトンを含む海王星系の観測データは1989年にボイジャー2号によって得られたのみで多くの謎に包まれています。それに比べてリオを含む木星系はバイオニア10号、11号やガリレオ探査機、そして現在運用中のジュノー探査機などによって探査されてきました。リオをメインターゲットにしたミッションはないものの、トリトンに比べるとデータ量は豊富です。 NASA が一般世論や科学界に与えるインパクトを考慮すれば史上初の海王星探査を選ぶのが妥当に思えます。2つ目の理由は、木星からは強力な放射線が出ているため探査機の開発が困難になるからです。木星は太陽系の中で最も強烈な放射線を出す惑星であり、さらにリオは木星のすぐ近くを公転しています。そのためリオに近づこうと思うと探査機は強烈な放射線帯の中を通過しなければいけず、探査機に搭載された機器を保護するための放射線シールドや放射線耐性のある部品を使わないといけません。もちろん技術的に不可能ではありませんが、放射線対策を万全にしようとするとコスト、お金がかかります。そのため予算に限りがあるディスカバリー計画では放射線対策にお金が割かれてしまい、開発が難航されることが予想されます。実際これまで木星に行った探査機はいずれも放射線対策を厳重に施した大型の探査機ばかりです。 IVO ではディスカバリー計画の予算枠に収まりきらないと判断されてしまう可能性があると思われます。以上の議論をまとめますと、このチャンネルでは第15次、第16次ディスカバリー計画に選ばれるのは、金星を着陸探査するダヴィンチプラスミッションと海王星の衛星トリトンをフライバイ探査するトライデントミッションが選ばれると予想します。皆さんはどのようにお考えでしょうか。ご意見ありましたらぜひコメントでお寄せいただけると嬉しいです。最終選考の発表は2021年ですので、来年答え合わせをすることにしましょう。それではご視聴ありがとうございました。面白かったと思いましたらぜひチャンネル登録お願いします。